こんにちは、アンナスです。今日はボーダーの T シャツを買ってきました。無印のボートネック半袖 T シャツ、ブルーボーダーっていうやつなんですけど、990円にセールで買いました。安い。で、これに刺繍するんですけど、前、星の王子様でやってたんですよね。で、あれ長袖だったんで、あの図案ボーダーでやっても可愛いと思うんですが、せっかく夏なので、私が着たいからなので、半袖でもう一回、刺繍をしようかなと思ってます。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは、このボーダーの T シャツに刺します。安い。そして、今日は雑貨の刺繍の本の中の、最初の方に出てくる、ちょっと迷ったんですけど、こういうハサミとか手芸道具みたいなのをここにやっても可愛いかなと思ったんですけど、なんかあまりにも刺繍作家をアピールしすぎるのもちょっと恥ずかしいので、本のブローチのこの図案にしようと思います。これです。光って見えない。で、なんかね、いろいろあるんで、例えばそのスポーツ系とかもいいなと思ったんです。なんか楽器系もいいし、あとそのスポーツ、これですね。でもあんまりスポーツしないから私が。なんか自転車とか、あと、ゴルフゴルフしないんでね。でもテニスも可愛いなと思ってしないけど。でも無難なところで、本もあんまり読まないですけど、本の刺繍をワンポイントでやろうと思います。っていうことで、図案をまた拡大します。なんかこのまま刺しても全然余裕で可愛いんですけど、ちょっと 150% 拡大しました。そしてまたスマプリです。これ開けると中に A4 サイズが2枚入ってて、もう全然少ないですね。もう最近よく服に刺繍をこれでやっているので、もうほんと端切れしか残ってなかったんですけど、このザラザラの面の方に刺していきます。で、ギリギリまで描いてしまうと刺す時に刺しにくいんで、ちょっと1センチ、0.8 センチとかちょっと開けて写すといいです。でももったいないから結構ギリギリに写そうかなと思います。こっち向きかな。これで、ペンはステッドラーのピグメントライナー 0.05 を使います。じゃあこんな感じで図案を写していきます。で、直線の時は定規を使うといいですね。これもステッドラーの丸定規なんですけど、丸定規ね、100均とかでも売ってるんですが、結構スパンが短いんで、丸を描くときはこの丸定規で写してます。今日はメガネで使えますね。だからスパンが大きいと当てはまるものがなかったりする時があるんで、これは0.5 ミリサイズでずっとこうあるから便利です。丸はやっぱ図案をきれいに写しておかないと刺繍する時も結構歪むんで、できるだけ図案もまっすぐきれいに写したいって感じです。これでこうやってなぞって、で直線のものは普通にここを定規で写していきます。これ定規があった方が綺麗に写りますね。当たり前ですけど。じゃあこんな感じで写していきます。はい、では書き写せたのでハサミで切ります。
これは普通に紙用のハサミで切ってもらって、で余計なところは切っておいた方が後々お水で溶かさなきゃいけないんで、ちゃんと溶かさないとぬるぬるっていうかのりっぽく残っちゃうんですよね。なので切っといた方がいいです。で位置を決めるときは自分のこのままやると多分ね、皆さんちょっと上気味になっちゃうんですよ。絶対人間って幅があるから、だからここの縫い目を肩に合わせて、よくお洋服屋さんとかでやりますよね。似合うかなみたいな感じで。でそういう感じで自分にまず当てて、でそしたらだいたいこの辺かなっていう位置が決まると思うんで、まずはちょっと鏡見てください。でこのスマプリは全部ベラってめくるとぐちゃぐちゃになりがちなので、角だけ開けておきます。もう全然見えないですね。ちょっとだけペラッとめくっておいて、でどっか貼ります。この辺かなみたいな位置に貼っておいて、でその後鏡を見て合わせて、であと下をめくります。なのでちょっと鏡を見ながら位置を決めようと思います。はい、貼ってきました。鏡を見ながら貼ってきたんですけど、結構下ですよね。こう見ると結構下かなって思うんですけど、でもちょうど良かったです。でなんか当ててみて、やっぱり私は向かって右ですね。右によくブローチとかつけてるんで右かな。でも左にもつけるな。でもなんか今回は右側が良かったんで右になりました。そこは右でも左でもどっちでもいいと思います。で刺繍枠をはめます。刺繍枠はもうこんな感じで普通にはめてください。で今回全部もう収まるんで、もう全部収めてしまって、で刺繍するときはこういう感じでこう裏が見えるようにして、でなんかちょっとこう余計なところで引っかかりそうだなと思うときは待ち針とかで留めておくと邪魔にならないですね。ではこれで刺繍していきます。はい、それでは刺繍をしていきます。もう本に書いてある通りの順番でできるんで、ステッチとかもほぼ変えずにやろうと思います。なので、まず1番がお花と葉っぱからですね。そして、お花はこの色に、全体的にこうちょっと夏なんで元気な色にしてみようかなと思います。で、まず刺繍糸なんですけど、売ってるものは8メートル入ってこうぐるぐるって枷が入ってるんですけど、枷になってるんですけど、それを65センチに使いやすい長さにカットして、で、こういう風に準備しておきます。これは今日はしないので、過去の動画を見ていただいて、それを見ながら作ってください。本にも載ってます。そして、タグがついてる方から引っ張ります。ざっくり取るとこれ6本入ってるんですけど、この中のさらに1本が1本取りの1本です。で、今日は指定以外2本取りなので2本取るんですけど、1本ずつ抜かないともつれるので1本ずつ抜いて針に2本一緒にセットします。で、針も、いろんな太さがあるんですけど、2本取り用の針を使ってください。そして、最初は玉留めはね全然するんですけど、今日は玉留めしないです。玉留めすると裏に玉ができると何回も同じところを刺すサテンステッチなので、それを刺してしまって絡まったりするんで、代わりのものを作ります。絵の中に小さい波縫いを2つ入れます。どこでもいいです。別にチューリップのお花じゃなくても大丈夫です。で、ギリギリで留めて1つ前の穴に刺すと、
これで絡まるので、この出てるところはハサミで切っておきます。じゃあまずチューリップからですね。チューリップは縦に1本入れて、もうチューリップのお花って感じで、なんかチューリップって見てもらいたいのは山々なんですけど、特に詳しくはやってないんで、ただの楕円を作っていきます。で、まず真ん中に基準の1本を入れます。で、半分ずつ埋めていきます。なぜかというと、刺繍糸ってまっすぐにしかならないので、端から塗り絵みたいにしようとすると難しいんですね。なので、どっか基準を入れておいて半分ずつ埋めます。だからこの後、本の刺繍をやっていくときに、だいたいこう直線になってるんで、そういうものは端からやっていって大丈夫です。で、半分埋まったんでもう半分埋めます。結構この図案ちっちゃいんですよね。ブローチにどうしても収めたくて、ちょっとかなり無理してちっちゃく描いてるので、だから 150% 拡大してちょうどいいぐらいかもしれないです。こんなもんかな。もうちょっとお花大きくしたいな。もうちょっと足します。だから刺繍って後から足せるんで、クロスステッチとかは無理ですけど、こういうフリーステッチだとバランスを見ながら自分で絵を描くような感覚で刺していくので、なので図案と違っても自分の絵が成立していればそれで OK です。だから今ちょっとやってみてちょっと細いな、鼻が細いなと思ったらちょっと太くしました。で、終わらせるときは裏に絡めます。また玉留めしないで裏に絡めるともうこれで止まってるので切って大丈夫です。終わらせるときは裏に絡めた方が楽ですね。私はどうしても玉留めするとちょっと浮くんですよね。布よりちょっと浮いてしまうんで、なのでもう終わらせるときは全般裏に絡めてます。始めるときは玉留めのときもありますけど。で、また続きをします。続きをするときはもう並縫いしなくて、裏の糸にこうやって2回すくえば止まってるので、続きをします。で、葉っぱは真ん中に1本入れて、また左右埋めて2つ作るんですけど、この時茎はやらないんですね。茎は後から入れます。最初に入れるとちょっと形がおかしくなるので、なんでおかしくなるかは刺繍してみるとわかると思うんですけど、いろいろ理由があります。なので茎は飛ばして葉っぱを刺していきます。裏がぐちゃぐちゃになっちゃった。戻れるときは戻った方がいいです。裏がぐちゃぐちゃになったとき、多分これちょっと前にのやつなんで、こっち側ですよ。で、戻るときは針の穴の方から穴の方を使って引っ張ります。いけましたね。ちゃんと引っ張ってなかったですね。最後までぐっと引っ張らないと裏に糸のたるみが出てしまうと裏がぐちゃぐちゃになるんで、しっかり引っ張って、あんまり引っ張りすぎると布がつるんで、その適度な感じでちゃんと引っ張れてるかなっていうのは確認してください。私は確認してなかったんで今大丈夫ですね。じゃあ次が、本の字の色ですね。表紙の色を刺していきます。はい、では続き、刺し方は表紙の
1番が花と葉っぱ、2番がこの表紙の部分をやっていきます。で、最初の刺し始めが、ここですね。ちょっと一回説明しようか。これちょうどね、裏表紙にもなってるんですけど、ややこしい。こうデザインされてますね。こういう枠みたいなのがこうデザインで入ってるんですけど、差し分けてます。これ全部一気にバーって塗りつぶすんじゃなくて、まず内側のこの図形、長方形みたいな、ちょっと角が取れてる長方形みたいなのを上から、これは端っこがまっすぐなので上から順番に刺していきます。でもチューリップの花が入ってるんで、左右に途中から分かれて、で途中ここに茎が最終的に上からストレートステッチ入れるので、ここを溝にして刺していきます。でまた合流して下まで行く。でその後その外側の表紙の部分を刺していきます。でその時にまたここの線、これまた上からサテンステッチが終わった上から刺すので、またここを溝にしながら、溝っていうのはこっち側とこっち側を刺すと、今ここ何も入ってないんでわかると思うんですけど、こう溝になるんですね。なので全部一気にカバーして刺さないで、刺し分けて溝を作って、後から上からアウトラインステッチを入れます。なので、まず端からですね。で横横に刺していく。でこんな感じです。平行にずっと下に降りていくんですけど、チューリップが来たらチューリップのところは刺し分け。じゃあこれでちょっとしばらく刺していきます。はい、半分できました。こういうことですね。ここに茎が入るんで、まず半分だけ刺す。でここちっちゃい点々になるんですけど、入れづらいからって言って縦とかに刺しちゃうと質感が変わるので、一つの塊は全部横って決めたらずっと横に刺さないと、あっちもこっちも向きがいろいろ変わると何が何だかわからなくなります。なので、この本の表紙はもう一回横って決めたら横です。で、半分埋めたので、もう半分埋めていきます。はい、では、中が埋まったので、今度この模様の外側を埋めようと思います。そして端っこはいいんですよね。縦のところはいいんですけど、この上の部分、これをサテンステッチで一気にいくとちょっとやっぱ長すぎるかなと思ったので、ロング&ショートステッチに変えます。で、ロング&ショートステッチって何かっていうと、今からやります。何段階かに分けて刺すステッチで、今回は2段階ぐらいでいいかなと思うんですが、名前の通りロングとショートを入れます。で、ショートっていうのは、まず1センチを超えるとロング&ショートステッチに変更するので、ロングがだいたい1センチぐらいかな。で、ショート、短い方はすごい短くしないで3分の2ぐらい、ロングの3分の2ぐらいの長さにして、で、重なる予定のところはジグザグ、長い短い。で、線のところは線の通りに刺します。でもスペース的にあっという間なんで、もうこれでおしまい、1段目はおしまいなんですけど、これもうちょっと足しといて、これぐらいですね。ちょっと分かりにくいんですが、ここが長さが変わっています。そして今度2段目は反対側から出して、もうここ線の通りに刺して、平行にザクッと刺します。場所は適当でいいです。で、また線の通りに針を出して、今ここに刺したので場所を変えます。ちょっと右側。で、またちょっと奥。みたいな感じでランダムに長さを変えます。
これでカモフラージュして一つの長さに見せようっていうことです。だから、いろんな長さが入ってた方がいいんですけど、平行はちゃんと保たないと、ちょっとでも斜めが入ると目立ちます。で、刺すとこうやって隙間ができたり、あとこう溝ができたりとかするので、さらに上から足します。だから最終的に端から端まで足すことになるかもしれないんですけど、でもそれはそれで OK です。下地にちゃんとロング&ショートが入ってれば、上の糸が動いても下の糸があるんで布が見えないですね。でもこれサテンステッチだけで全部やっちゃうと、こう糸が動いて下の布が見えたりするんで、それは良くないんで、それは一回ロング&ショートを挟んで上からサテンでかぶせるみたいなのはやってもいいです。で、だいたいもう埋まったんで、今度はこの残りの部分もサテンステッチで埋めていきます。で、だから下もですね、この一番下もちょっと長いので、ロング&ショート2段階ぐらいに分けて刺していきます。はい、ではここまでできたら、次は本の表紙を刺繍していきます。もう順番に、上から表紙やって背表紙やって、でまた緑の本の表紙をやって、あとここロング&ショート入れつつ背表紙やってって感じで、ここちょっとねアウトライン入ったんですけど、今から説明するのでここで見ていただいて、で表紙はここに溝があるんで、これをなぞります。まずアウトラインステッチ1目作ります。角から始めるとやりやすいですね。2ミリぐらい1目作って、でちょっと先に出して針で最初に作ったステッチの真ん中あたりをギュッと押します。でまた次のちょっと先から出した針で戻って半分重ねる。糸を割ると違うステッチに見えるので、糸を割らないで糸をギュッと避けて糸の下に刺します。でこれをずっと繰り返していきます。これで端まで来たら、1目でいいです。横向きに1本ピッて、これストレートステッチっていうんですけど、であんまりギューッと引っ張りすぎると埋もれるので、ふわっと残しておくといいですね。それでも埋もれるときは埋もれます。で縦やって、でまたここも一気に行きたいところなんですけど、ここはアウトラインステッチでやった方が目立つかなと思います。あとここ縦をアウトラインステッチでやってるので、見た目が揃って綺麗だと思います。で重ねる方向はその時その時で変えてもらっていいです。ただしこのまっすぐは向かって左側、こっちは向かって下側みたいな感じで、一つのレーンはずっと下って決めたら下とか、ずっと上とか、そういうのはちゃんとやっといた方がいいです。右とか左とかあっちこっち刺すとガタガタになります。っていう感じでこの一周ぐるっと埋めて、でここ葉っぱですね、ここは下から出して上に入れるの1本だけのステッチを緑で入れます。であと背表紙もストレートステッチですね、出して入れてのここで2本入れたり、背表紙はアレンジしてもらっていいです。好きな感じでやってください。ではそれで仕上げていきます。はい、それでは本が出来上がったので、今度メガネを刺繍しようと思います。これパーツが3つあるので、お花からやってもいいし、メガネからやってもいいし、本からやってもどれでもいいです。
で、本に書いてある番号っていうのはそれぞれの順番なので、本の刺す順番。メガネは特に書いてないですね。で、お花を刺す順番みたいな感じで数字が打ってあります。で、スマプリやっぱりあったかくなってくるとこうやって、水で溶けるんですけど、やっぱちょっとシワシワになってきますね。もうしょうがないですね、これは。なんか冬の方がやっぱ使いやすい。で、メガネね、近視でやろうと思います。なんか黒でやってもいいけど、黒縁メガネ、結構ずっと私黒縁メガネをやってきたんで、銀でやろうと思うんですけど、どうですかね。目立つかなちょっと白のとこにかかってるから、黒の方がいいのかななんて思いながら、でも銀でやってみます。で、DMC のディアマントを使います。D の415です。で、普段25番刺繍糸って65センチなんですけど、65センチにもカットすると、近視ってだんだんこう割れてくるんです。ほっといたらもう勝手にこうやってどんどんぐちゃぐちゃになっていくので、3、40センチぐらいにカットします。そんなに長くしない方がいいです。どうせ65センチを取ったとしても、最終的に刺繍やってるうちにだんだんバラバラになってきて結局使えなくて、これぐらいしか使えないってことになります。で、糸は1本取りでやるんですけど、1本取りだと入らないんで、ちょっと太めの、6本取りはちょっと太すぎるか。なんか4、5本取りぐらいとかでやってもらっていいと思います。で、玉留めです。もうこうやってバラバラになるんで、玉留めでしっかり、このバラバラを全部まとめて、留めておいて、そこからスタートです。で、アウトラインステッチなので、まずメガネの丸を刺していきます。さっきやったここの本のとこでやったのと同じステッチです。で、あとここの耳にかける部分のところもアウトラインでやって出来上がりそんな難しくはないんですけど、どうでしょうね。はい、メガネできました。結構いい感じです。なんか初めて銀でメガネやったんですけど、なかなかいい感じですね。で、次お花が6本取りのレゼデジステッチです。で、6本取りの時はもうこのよりがあるのでねじれてるんで、束のまま取ってください。もうこのまま1本ずつほぐさなくていいです。で、玉留めするか裏に絡めてもいいです。で、玉留めすると結構刺しちゃうのでちょっと気をつけてやってください。じゃあレゼデジステッチ、お花の真ん中から針を出します。チェーンステッチの1個バージョンです。よく私動画でチェーンステッチをやってるんですけど、でこうやってセッティングしておいて、でほぼ同じ穴に刺します。でこの時に玉留めを刺しちゃうとややこしいので、ちょっと指でこう避けてちょっと隣に刺すといいですね。でお花の頂点から針を出して糸をかけます。で上に引っ張ります。もう割としっかりギュッと引っ張ってもらっていいです。で輪の外に刺すとこれで出来上がり。これ続けてやるとチェーンステッチですね。じゃあこんな感じで花びら4枚やって、でその後茎はアウトラインステッチですね。であと葉っぱはサテンステッチなので、それでもうあと仕上げていきたいと思います。はい、では出来上がりました。でこれはお洗濯して洗濯機で回したりでもいいし、なんかたらいとかに水を張って
でそこにつけても溶けます。ただ私はもうこうやってちぎっちゃいます。やっぱり気温が高いと結構ふにゃふにゃするんで、もうこの下の方とか刺すときにすごい動いて大変だったんですけど、でも普通に写せないんで、チャコペーパーだとちょっと写せないので、もうこれはスマプリですね。でこうやってちぎって、で一回お洗濯してから着ようかなと思います。ということで、ぜひ皆さんも真似してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、毎月の刺繍って言って会員制サイトを月600円で、ネット上でやっています。で、そこに入ってもらうと、新しい図案を毎月出すので、それもダウンロードできるし、過去の図案も全部ダウンロードできます。で、あとは、限定ライブがあったりとか、で、抽選会、私の作品を皆さんにプレゼントする抽選会もやっているので、中に一旦入ればいろいろダウンロードしたり、過去の動画も見れたりするんで、よければ遊びに来てください。で、あとこの場所で教室をやってます。なので刺繍教室興味ある方は、東京に来られる方はぜひいらしてください。あとね、ここの1階はお店になってるんで、そこは誰でもいつでも、金曜日と土曜日やってるので、その時にもし空いてる時によければいらしてください。で、もし来られない方は通販もやってるんで、通販で買ってください。はい、ではまた来週。さよなら。